やあみんな、ジュークだよ。今回はマキタのハンマードリル HR262D を修理していくよ。じゃあ早速本編行ってみよう。こいつが HR262D だよ。動作確認をしていこう。こいつは 36V 仕様のハンマードリルだ。このままじゃ動かせないんだけど BCV02 っていう変換アダプターを利用する。こうやってバッテリーを挿してっと動かないね。モード切り替えはできるのかな。こうやって見ると何かの宇宙船みたいだ。とりあえず分解といこう。分解するよ。とりあえずブラシを外そう。そしたらハンマーケースの4本のネジを外してみよう。モード切り替えのつまみはドリルの向こう側反時計回りに回すと取れる。ケースが抜けた。ハウジングのラベル側9箇所のネジを外そう。ハウジングを開けてっとそしたらさらにハンドル側の4箇所のネジを外そう。ハウジングをパカッとな。これがハンマードリルのレイアウトだ。覚えておこう。ブラシホルダーのネジを外してっと。ハンマーユニットはどうやって外すんだろう。とりあえず回路を外してみよう。ハンドルをこうバネが飛んでっちゃった。これでハンマーユニットが外れるかな。アーマーチェアを見たいんだけどどうやって外すんだろう。アーマーチェアを外すよ。アーマーチェアを固定している2箇所のネジを外してみよう。この後どうするんだ。抜けた。これでアーマーチェアを見ることができるぞ。このままアーマーチェアの絶縁を確認してみよう。コイルが真っ黒に焦げている。大丈夫か。とりあえず鉄芯との絶縁は
保たれているようだけど、テスト上は大丈夫そうだな。ハンマーケースを忘れてた。分解するよ。ホルダーはスナップリングで固定されているようだ。これを外すとホルダーを分解できる。中にはボールが入っている。ホルダーを外すとシャフトはスポッと抜ける。軸ブレは大丈夫かな。FET を交換してみよう。こいつには IRFB3206 という FET がついていた。丁寧に被覆を剥がしてと、なかなか厄介だな。被覆を剥がしたらハンダ付けだ。配線の色は全部黒だから間違えないよう気をつけよう。ついた。そしたら絶縁処理をしていこう。こんな感じかな。こいつには FES16GT というダイオードもついている。これも交換していこう。また被覆を剥がしてっと。こいつ接着されてるな。怪我をしないよう慎重に。被覆が剥がれたらハンダ付け。ハンダ付けできたら絶縁処理だ。できたかな。回路を組み込んでみよう。今回は確認だから早回しだよ。
さあ、動くかな？動かん。電流は流れてるのになんでだろう。あとはアーマーチェアかな。コイルが中でショートしてるかもしれない。テスターのテストだけじゃ不十分だったのかな。気を取り直してアーマーチェアを交換しよう。ハウジングの組み立ての前にハンマーユニットをケースに収めちまおう。ケースにたっぷりグリスを塗ってっと。こんな感じ。そしたらハンマーユニットもグリスを足しておこう。ちょっとグリスが足りない感じだからここもたっぷり塗っておこう。ケースはスポッと入るよ。そしたらホルダーを組み立てよう。またこのスナップリングが入りにくい。入った。そしたらモード切り替えのつまみをつけてっと。これでよし。ハウジングを組み立てていこう。まずはハウジングについていた部品をつけていこう。そしたら回路をまるっと収めちまおう。ハンマーユニットにアーマーチェアをつけるよ。こいつが新しいアーマーチェアだ。最初に磁石をセットしてっと。アーマーチェアをハンマーに差し込もう。ネジで固定して、こんな感じ。こいつをハウジングに組み込んでやる。そしたらバネを戻して、ハンドル側のハウジングから締めていく。本体側のハウジングを締めてっと。最後にハンマーケースを締めていく。
仕上げにブラシを戻してっと。完成。今度は動くかな。動作確認いくよ。バッテリーをセットしてっと。動いた。モード切り替えもバッチリだ。さあ試運転といこうか。試運転するよ。まずはドリルモードだ。穴が開いた。次はハンマードリルモード。こっちも大丈夫そうだ。ドリルをチゼルに交換してっと。最後にハンマーモードだ。うん、いい感じ。さあ今回の HR262D の修理はどうだったかな。テスターを使った簡易チェックじゃコイルのショートまではわからないんだな。一つ勉強になった。それじゃあまたね。